今日はとても簡単な作り方のプルオーバーを作っていきます。作り方はえりぐりから作っていきます。ドーナツのような丸い形にして、そこからぐるぐると簡単に編んでいきます。その後に脇の下をつなぎます。それが袖ぐりになって、そこから胴体を編んでいきます。簡単に作ることができます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 細いタイプで、色はアップルグリーン、 40g で96メートル、使用界隈の目安は6号で、この糸はこんな感じで綿 100% でしっかりとしています。太さは 1.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。鎖編みをしていきます。で、この最初の糸端、これは20センチから30センチぐらい取っておいて、途中からスタートします。で、この鎖はゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。このまま好みのえりぐりの長さになるまで、鎖編みを70センチ編んできました。鎖の数は104、これは好みの長さにします。で、鎖の数は偶数にします。これから細編みを編んでいきます。細編みを編むとこの状態よりも少し長さが違ってくるので、細編みを編んでいって、で好みの長さになったらそこでストップして、で次の段を編んでいきます。その方が好みの長さにしやすいと思います。ちょっと迷っていたら少しだけ長めに鎖を編みます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目の裏山、細編み、次も同じ、一つに一つの細編みをしていきます。見分けにくくなりそうだったら一つ目の細編みにマーカーをつけておきます。このマーカーは必要なくなります。で、このまま一つに一つの細編みをしていきます。細編みを1段編んできました。端まで編まずに、私は鎖4つ残しています。ここまでで長さは70センチ。私はこの細編みの状態で首元に当ててみて、これぐらいの長さにしました。これで70センチ。好みの長さになったら鎖を残して次を編んでいきます。で、偶数。この細編みの状態でつなぎます。まずねじれていないか確かめます。で、こことここをつなぎます。
とこの2本の糸の下、引き抜いて、もう一回引き抜いて、これでつながりました。今つながったのはこの細編みの上の部分、下の部分は後で針で整えてつなげます。これは後でします。今輪になりました。ここから V を編んでいきます。全部同じように編んでいきます。鎖を4つ、1、2、3、4、1、2、3、4、根元に長編み、これで鎖4つと長編み1つ、V を作っていきます。足元は1つ飛ばして2つ目、1、2、長編み、鎖、同じところに長編み、これで V ができました。これからも同じように続けていきます。1、2、鎖、次も1、2、このままずっと同じように編んでいきます。これで一周します。 V で一周してきました。これが最後の V、 最初の鎖の下から3つ目、引き抜いて、上が2本で下は1本、この位置に針を入れて引き抜きます。これでつながりました。次も V を編んでいきます。で V の真ん中からスタートします。このまま真ん中、これをかぶせて真ん中から糸が出ました。ここから鎖を4つ、1、2、3、4で V に長編み、これが V になります。次も V の中、長編み、鎖、長編み、次もこのまま一周します。 V で一周してきました。最初の鎖の下から3つ目、引き抜いて、また V からスタートします。このまま V の中、これをかぶせて V から糸が出ました。ここから鎖を3つ、1、2、3と根元に長編み2つ、1、これで鎖3つと長編み2つ、次の V に長編み3つ、
次も同じ。次もこのまま一周します。長編み3つ編んで一周してきました。最初の鎖の下から3つ目、これでつながりました。次は V を編んでいきます。この真ん中からスタートします。なのでこのまま隣、糸を出してかぶせて、これで真ん中から糸が出ました。ここから V を編んでいきます。鎖4つ、4、同じところに長編み、これで鎖4つと長編み1つ、次も V、 真ん中にこれで V、 次もこれで一周します。次も V を編んでいきます。V を2段編んで、次は長編み3つ、これを繰り返していきます。このまましばらく編んでいきます。16周編んできました。長さは約22センチ。最後は長編み3つで終わっています。で、糸は切らずに休めています。で、私は女性ものの L サイズでこれぐらいの長さにします。これは襟ぐりの広さによって長さは変わってきます。だいたいこれぐらいの位置で、ここが袖ぐり、ここが脇の下のつながるところ、頭を通して脇の下でちょうどくっつくぐらいか少し重なるぐらい、これぐらいの長さにします。これがすごく開いていたらもう少し編んでいきます。逆にとても余っていたら途中で止まります。その場合も長編み3つでストップします。次は袖ぐりを作るためにマーカーをつけます。マーカーをつけるためにこれを平らに置きます。ちょっと見にくいんですが、真ん中を整えるようにして置いてみます。今ドーナツのような形なんですが、ここが接するように四角を想像します。この丸のちょうどこの長さになるように、だいたい1対1の正方形を考えます。その4点にマーカーをつけます。ちょうど正方形にならない場合は、ここで少し長めにして、で、だいたい整えます。で、この右下のマーカー、ここは長い糸の出ているところ、これを右下に配置します。で、だいたい正方形。私の場合はこんな感じ。
ドーナツの中に四角を描いて、ここが肩、こっちが前、背中で、このマーカーとマーカーの間の V の数を数えていきます。ここが角の V、その次から数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。この間は V が11個。11個。こっちも同じ。肩になるので同じ数。11個。こっちは前で12個。背中も12個。こんな感じでマーカーをつけました。ただ今回少し工夫することがあって、前を少し広くします。その方がこれが広がって首元がきれいに見えます。そのためにこのマーカーを一つずらします。こっちもこっち側にずらします。今 V の真ん中にマーカーがついているんですが、それを隣にずらします。肩の方、こっちも肩の方、これで台形になりました。少しだけ広くなっています。で、ずらしたので、私はここの部分が V が14個、肩は V が10個、V が10個で、ちょっとだけ楕円になりました。で、マーカーはこの位置につけていきます。この角の延長線上、今ここにマーカーがついているので、この模様をたどっていきます。この真ん中にマーカーをつけていきます。次はこの始まりの V をたどって、この糸の出ている隣、こっちも同じで、こっちは色を変えてピンクにしていきます。で、こっちもマーカーがずれたら真ん中につけたマーカーは必要なくなります。これを半分に折ってで、上下を逆にします。次はこのマーカーとマーカーの間を鎖でつなぎます。こっちは糸の出ている方、こっちは出ていない方、どちら側から作っても大丈夫です。私はこの糸の出ていない方から、ここが袖ぐりになるところ、こっちが胸で、こっちが袖、こことここをつなぎます。で、まずこのピンクのマーカーの3つあるうちのこれは袖の中央より、ここに針を入れます。
新しい糸、この糸足は15センチから20センチぐらい残して、ここから使います。糸を引き出して結んでおきます。ここから鎖を編んでいきます。鎖を13個、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、これで13個で、ここをたどって次のマーカー、この3つあるうちの袖の中央の方、ここに針を入れます。ここまずねじれていないか確かめてから、表から針を入れます。この3つあるうちのこっちで、引き抜いてつながりました。鎖一つを編むようにして糸を切ります。こっちも15センチから20センチぐらい残して切ります。この3つのこことこの3つのこことつながりました。これが袖ぐりになります。もう片方も同じ、こことここをつなぎます。今この鎖の上から糸が出ています。その隣にマーカーをつけました。白いマーカーで、鎖を編むのはここ3つあるうちのここから糸を出します。また少し長めに残して糸を出して、で同じところ鎖13、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、これで13で、たどって次のマーカーのこの部分、ここに針を入れてつなぎます。ねじれていないか確かめてから引き抜いてつなげます。鎖一つで、これでつながりました。次は残っていた糸を使ってぐるぐると編んでいきます。でこの糸足は残しておきます。白とピンクのマーカーは必要なくなります。で、糸の出ているところから続けて編んでいきます。で、今までと同じように隣に糸を移動させます。これで3つの真ん中から糸が出ました。ここから V を編んでいきます。鎖4つ、4、根元に長編みをしてV を作ります。次は足元、こ
ここを飛ばして次、この一つ目の鎖、長編みをします。1、2、この鎖の上が2本で下が1本の位置、ここに長編み、これで V と長編み1つ、次また V、 足元1つ飛ばして2つ目、1、2、鎖1つで V を作ります。これで V、 V 1つ V、 次は1つ、1、2、次も V を作ります。1、2、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、この位置に長編み、次は V、 ここを飛ばして次、1、2、この3つの真ん中、これで V ができました。次は長編み1つ、この3つと3つの間に長編みをします。この真ん中、長編み1つで、また V、 こんな感じ。次も間、ここからはこれを繰り返していきます。間、これを繰り返していきます。ここから始めて、次のこの袖ぐりのところ、ここでもまた V を編んでいきます。この3つの真ん中に V、 1つスキップして、ここに長編み1つ、1つ飛ばして次に V を編んで、1つスキップして次は長編み1つ、これを編んで、最後はこの最後の鎖に長編み1つ、1つ飛ばして、ここが V、 同じように編んでいきます。こっちと同じで、また同じように V と長編み1つ、 V と長編み1つで、スタートしたところまで戻っていきます。一周編んできました。これが最後の V、 最後の V と最初の V の間に長編み1つ、この鎖の手前長編み、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これでつながりました。次も V を編んでいきます。
また V の中に針を入れて鎖4つ4で V で長編みの上に長編みV と長編みまた V に V長編み V 長編みで V これで一周します。一周したらさっきと同じこの長編みの上に長編み最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。次はこの長編み3つ次の長編み3つの時もこの間に長編み1つこれで編んでいきます。でこのまま好みの長さになるまでとしばらく編んでいきます。脇の下に糸を残していました。でこの糸端を使ってこの部分を補強して整えたいと思います。この部分がちょっと穴が目立つ時にはこの糸を使って整えます。あと丈夫になります。この部分が目立つ時があるのであとはほどけないように隠します。脇の下の方に糸を隠します。他の糸端も同じように穴が目立つ時には整えます。それと襟ぐりを始めた時に糸端を残していました。この糸端を使って襟ぐりを整えます。最初に鎖を編んだ糸端を使って整えます。ここから糸が出ているのでこっちとつなげます。こっちの鎖
この2本糸の下に針を入れます。で手前から向こうでこの鎖上から針を入れます。整えます。で大きさを調節してから、こっちが表でこっちが裏なので裏に出して、あとはほどけないように隠します。でまた元の糸に戻って、このまま好みの長さになるまで編んでいきます。脇の下のつないだところから測って23センチ編んできました。15周編んでいます。これは短めになっています。お好みでもっと長くしても大丈夫です。実際に着てみて長さを決めます。これで大丈夫だったら、最後に細編みを編んでいきます。私は長編み3つで終わっています。次に細編みで1周します。細編みを始めます。鎖1つ、根元に細編み、次も細編み、この長編みの上、次も長編みの上、次もこのまま1周します。細編みで1周編んできました。これが最後の細編み、これが最初の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに糸を残して、最後の細編みから糸を抜きます。でこれが1つ目の細編み、2つ目、この2つ目に手前から向こうに針を入れます。で最後の細編みに戻ります。最後の細編みの上から針を入れます。で上から入れて後ろ整えて、あとは裏でほどけないように隠します。こんな感じになりました。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。
こんな感じ。簡単なんですがちょっと変わった模様になっています。袖はこんな感じで脇の下に鎖で余裕分を作りました。動きやすくなっています。短めで全体的にあまり広くなくてスタイルがよく見えるデザインになっています。襟元も広くてすっきりと見えます。サイズを測りました。上から下まで47センチ、横幅50センチ、この部分も50センチ、襟ぐりは広めで70センチにしました。使った糸の重さは190グラム。こんな感じになりました。